ばあちゃんこれからお茶？お茶。何を用意したらいい？妹は麦茶だけでいい。麦茶は熱いやつ？冷たい、冷たいのでいいの？あ、そう。じゃあなんか持ってきますか。用事忘れないように。はい、ありがとう。これだけでいいんだよね。ばあちゃん前さ、大学芋は熱いお茶で飲みたい、食べるとすんごい美味しいって言ってたじゃん。今はいいの？今日はいいわ。どうですか？美味しいね。うまい。よかったね。熱いお茶ならなお美味しいよ。あ、なお美味しいの？いいよ、じゃあ沸かしてくるよ。いいわ。いや、いらないって言うからさ、嫌なのかと思ったよ。沸かしてくるよ、じゃあ。お待たせしました。ヒロに悪いと思ってよ、なんだよけ手間かけたの。よけ手間かけたと。いや、いいよ別にそんな遠慮することないのに。遠慮した。しなくていいっすよ。水臭い。少しずつ。結構入れちゃった。いらんかったら僕飲むから。じゃあ小さいお茶を持ってくれ。おい、これでいいですか？はい。じゃあ麦茶片付けるか、これも。うまいですか？美味しい。それは良かったですね。熱いお茶が合うんだね、大学芋には。ばあちゃん、そういえばさ、2階にあんまり危ないから上がらない方がいいってことになったじゃん。で、そうすると2階ではさ、洗濯くらいしかしないって話だったじゃん。だから洗濯の物干し竿みたいなやつさえ買えば2階には行かなくていいねって話をしたじゃないですか。そんで母さんが物干し竿を探してくれて、それをさっき見せたじゃん。これを買おうかって。それだけに考えてみりゃ日が当たるとこはないじゃん。日の当たるとこが、ここの廊下日が当たらないです。あ、そうなの？外に出さなきゃ。外に？うちの中でも結構乾くがね、部屋干しっていうのがあるで。それでさっき見せた物干し竿の商品なんだけどさ、あれは、ハンガーが別売りなんだよね。ハンガーいらないじゃん。ハンガーはいらない？それは欲しいかどうかばあちゃんに聞くように頼まれたんだけど。ハンガーはいらない。いらないの？一応もう一回これ見るか。それにハンガーは使ってないね。これにはね、一応使ってるんだよ。本当？もう一回よく見てみて。
ハンガーもいるなら買うし、どうするかって。ハンガーある、いっぱいあるで。ある？ハンガーいらない。いらないか。わかりました。じゃあ大丈夫そうだね。洋服ダンスの中にいっぱいある。あ、そうなんだ。あと、じゃじゃん。いいもん。何それ。何に見えますか、これは。チョコ。正解。チョコです、これ。これもらったものなんだけどさ、うまかったからばあちゃん食べてみてよ。これ冷蔵庫入れとかなきゃ溶けちゃう。冷蔵庫さっきまで入ってたから。これ堪能するわ。ちょっといいチョコみたいで、普通のと明らかに違うんですよ。食べてみて。味わかるかな。一口でいく。噛んだじゃもったいない。噛むと中にね、また違ったチョコが入ってるんだよ。美味しいでしょ。そうだね。中にたどり着いた？チョコばっかりで美味しいわ。中何？中もチョコ？中もチョコだったよ。僕が食べたやつはね。これは堪能するわ。すごいでしょ。びっくりしたこれ。一つでお茶飲める。これは堪能する。濃厚だし、満足感すごいね。いくつ入ってるから結構値段いいよ。そうだよね。いいものをいただいいてしまう。くつ入ってる？50も入ってるしね。何個入りで？40個。ばあちゃん一人で食べたらどんくらい持つんでしょうね。何ヶ月3日に1個ぐらいしか食べない。よっぽど甘いもの欲しい時でなきゃ食べない。ああ、そっか。冷めないとね、お茶飲めじゃん。ああ、僕の分もあるのか。これ使っていいってこと？あ、いいよ、自分でやりますよ。ああ、いいよ、置いていいよ。はい、ありがとう。よくお茶が出てる。あ、これは堪能する。芋いらないわ。芋負けた。僕も一ついただきます。美味しい。よかったね。熱いお茶と飲んだ方が美味しいわ。もう一個いる？もういらない、そんなにいらない。一個でたんまり。もういらない。もういらない。めっちゃ嫌そうだな。面白い。一回に2つ食べる人はいないと思うよ。本当？そっか。誠治にあげたら喜んでバクバク食べてたよ。いくら誠治でも2つは食べられない。そんなわけないよ。チョコくらい。男子高校生って。あんまりパッと食べても鼻血出るっていうじゃん。鼻血？出るの？強すぎて。そうなの？じゃあ誠治に鼻血出ないように気をつけてって言っとくわ。食べ過ぎに注意しないで。鼻血。すごい。甘いもの大好きなばあちゃんでも。1個以上はいらない。よくばあちゃんがもういらないなって時にもう一個勧められるとさ、
いらない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 それこそいらないめちゃくちゃ嫌そうな反応するじゃん父さんとか母さんがそれにいつも爆笑してるよどれだけ嫌なものを食べさせられるようとしてるんだから嫌なものって思うかなもう満足と思っているだがなんかよっぽどまずいものを食べさせられそうになってるみたいそれが面白いまあたんまりってのは捉え方によって、悪く取られるまあみんな面白がってるから大丈夫だよ中のチョコはまた食感が違う、味も違うしすごいな。でもこれご飯の後に一つ食べたらさ甘いもの十分だから寂しくないね。そうだよね。食後はいつも甘いものが欲しくなるんでしょ。これ食べてれば十分だよ。十分。よっぽど甘いもの欲しい時でなきゃそんなにいらない。包丁で半分にしてもいいかもね。そのでしたら溶けちゃう。冷蔵庫入れて。本当に半分で大丈夫だわ。結構おばあちゃん夏でも冬でも関係なく熱いお茶飲んだりするよね。それはなんか理由があったりするの？健康とか。理由はない。ただ美味しいと思うだけ。ばあちゃんなりの健康法とかではないんだね別に。そうじゃないよ。ただ好きか嫌いか、美味しいかまずいかそういうことなんだ。でも夏でもさ、例えば僕なんかも胃が冷え性でなんだ悪くしやすいからさ、アイスとか食べてもその後にお湯飲んだりとかしてちょっと一応気遣ってるんだけど、なんか冷たいものばっか食べるとなんか体の芯冷やしちゃって、あんま良くないみたいなこと聞くこともあるよね。よく体冷やすっていうね、冷たいもの食べて。おばあちゃんが冷たいものあんまり好きじゃないで。あ、そうなの？アイスがいつまででもあるじゃん。アイスまだここに2本ある。いつ買ったのだか。でもアイスは好きでしょうに。好きは好きだけど、もうちょっと硬ければ力溶けちゃう。まあでもあったかいものが好きっていうのはいいことなんじゃない？体にはいいかもしれないね。冷たいものより。冷たいものは体冷やすで。冷えは結構万病のもとだかって聞いたような気もしますね。気のせいだっけ？だからでもおばあちゃん無意識だけど無意識にやってた一つの健康法かもしれないね。あったかいものは体にいいでしょうからね。おばあちゃんには無意識にやってるさ健康法ってたくさんありそうだよね。そうだね。おばあちゃんにとっては当たり前だったり別に考えてないけど、実は多くの人は全然できてなかったりとか、健康のために大事なことってたくさんありそう。そんなにたくさんはないでしょうけど
2つ3つあるかもしれない。うん。ばあちゃんはちなみに自分で何か思いつくの1個くらいありますか？意識してないけど健康につながってるかもなーっていうやつ。何かあるかな。まず3食きちんと食べるとかもあんまりその時点でそんな割と健康法かもしれないよ。3食食べない人の方が多いだ、全国的に。いやそれはわからない。周りの人大勢いるよ、2食って人が。あ、ばあちゃんの周りにも、うん、あ、そうなの。だからばあちゃんみたいに3食を毎日規則正しく食べるって結構今の世の中珍しいかもしれないね。まあ農家の人はほとんどじゃない？そうなの？うん。農家の人はほとんど3食食べてる。そうなの？うん、朝仕事するでね、うん、朝7時頃から行って5時か5時起きに行って7時にご飯帰ってきてご飯、それからまた仕事に出るで。あとやっぱばあちゃんシンプルによく動くし外にも出るしね。これが昔から百姓やってたし、ね、農業でそういうようにもう決まっちゃってる。うん、暑い時外に出られないでね、農家は。それで朝早いだよ、5時4時とか5時の涼しいとにやっといて、うん、それで朝飯、うん、レタス取る人たちなほとんどカンテラつけてやってるってよ。カンテラ？うん、ここへ。ああ。なんかレタスの収穫は夜中の3時に起きるみたいな、それだね、レタスカンテラつけて、そして7時頃出荷農協に持ってって荷を下ろして、それから朝半だで。結構自然と朝方の健康な感じになるのかな。早朝の仕事ははかどるでね、涼しくて。そうだよね。太陽ギラギラだとね、日中の仕事ははかどらないわ。危ないしね、暑くて汗ばか吹いて。結構さ、体の健康の話はばあちゃんから結構聞いたなと思うんだけどさ、健康ってやっぱ体ばっかりでもないなと思ってさ、心の持ち方とか、気持ちだよね。そういうのってさ、そういうのもやっぱりいくらか体の健康にも関わってくるかなって気もするけど。そうかな。例えばいつもなんでしょうね、うじうじ落ち込んでばっかりいたらさ、いくら健康な生活をしててもなんか病気になりそう不平不満とかばっかりでさ、下向いてメソメソしてたら愚痴だけはいけない。あ、そうなんだ。相手にも不快を与えるしね、聞いててもつまらないし、そうだよね。最近愚痴は言いたいだよね言う人はでもストレスの発散にはなるよね。そうだね。人に話して発散してるだで。でも家庭内のことで面白かなければ結局外に出て、友達に話してるで。聞く方じゃ迷惑ばあちゃんもその聞いたり聞く側だったりする。聞かされる方で。聞かされる方そうか。同じ話何回も聞かされるそうなの？またかと思う。ただこっちで先回りして行っちゃうだよ。話したかやなんて言って
まあでもその人からするとね、聞いてくれる人がいたら助かってはいるでしょうね、ばあちゃんが おしゃべりの人はね。ばあちゃんが聞いてくれるから助かってるとこもあるかもね。そうほんで離れて聞いてる同じこと同じ人に他の人にも話してるで何回話したら堪能するかとそれじゃその人またねって挨拶そうか。聞いたよっていやちょっと気分が害すでね。まあね、話したい人の気持ちを遮るからね、聞かされる方もうんざりだまあそうだな。じゃあそういう愚痴を僕にでもしてくださいあの人がまた同じこと言うまなよたかと思って諦めてるでそんなに。まーちゃんもなんかそういう愚痴話したかったら僕聞いてあげるからね忘れちゃって言えないわそうかまあ言うには思い出さないとダメだねじゃあ、愚痴を言うほど覚えてりゃいけん忘れちゃうだでもそれはそれでストレスたまらないかもね嫌なことを忘れるからだから嫌なことをいちいち引きずらないですぐ忘れちゃうっていうのも一つ心とか、まあ、体のなんで健康的にもいいかもしれないね。そうだね。忘れることも大事だよね。くよくよしてても解決しないことの方が多いもんね。例えばばあちゃんはなんか嫌なこととかあった時にそれに、まあ、どう対処するとかさ、なんでしょう、それを自分が気にならなくするためにこうするようにしてるんだみたいなことってなんかあったりします？やっぱし誰かに話したらねさっぱりするね。親しい人でなきゃ話せないがね。やっぱ話聞いてもらえると、あ、そうかそうかって聞いてもらえるとね、気晴れるよね。話す人ないとよくはないわね。溜め込んじゃうもんね。やっぱ話し相手はじゃあ特にヒロたちにも散々愚痴言ってるわけだからね。あ、そうかまあ忘れたかもしれないでも話し相手がいるってことも、まあお年寄りになると特に、心とか体の健康のためにも大事なんかもね。そうだね。年寄りは特に相手にされないでね。若い人にな耳は遠いし目は見えないでも話すこと嫌になるヒロは特別だ。なんかおばあちゃんもさ前言ってたけども、老後ってやっぱりさ家の中で過ごすことが多いしさ、まあ人と話すことって結構減るよね。減る。外に出てかないでね。足悪かったり腰痛かったりしたらほとんど出ないでね。なるほどね。人と会うことがない。家の中の人としか。じゃあそういうだって家族が喋ってくれなきゃ何にも喋らない。じゃあそう考えたらあれだね、やっぱ友達とか話す人がいるってことは結構大事ですか？それと健康だね。健康でなきゃ友達とも会えないんだよね。外に出られるってことが健康のもとだわ。まあ、出られればただ足腰が丈夫でなきゃ、外に出られないで。まあそれでも車椅子でも道行く人とめっちゃ話してる人とかもいるから、まあね、話すことがやっぱ一つ大事なことかなって気はしますね。なんかばあちゃん前も老人会、なんかもっとさ早く言っとけばよかったなみたいな言ってたじゃん。
やっぱそういうのも話し相手の観点からですか？うん、百姓やって農家やってら話す人がいないんでね、道行く人と、うん、畑にいて道通る人と話すくらいで、うん、なんで老人会にあんま入らなかったんだっけ？年寄りって病気の話ばかしてると思ったなおばあちゃんの年寄りのイメージはそうだったんだね、腰が痛い、あそこが悪いここが悪い、そんな話ばっかだと思ってたの。楽しかないずらだと思って、ずっと勧められてただよ。あ、そうなんだ。75のから勧められて。あ、そんなになる？うん。それだけに断りよく断って、入る時には決まり悪かった。散々断っといて今に誰も勧めてくれなくなるよって言われたもん。ああ、そうなんだ。実際入ってみてどうだったの？うん、楽しかった。それでもっと早く入れよかったと。いや、実際は腰とか薬の話ばっかじゃなかった。どんな話してたの？ゲームやったりとかさ、お互いに話し合ったり、まあ病気の話だって無論するわね、それでも大勢としてりゃさほど苦にならないじゃん、相対でやってりゃ相手いるけん、そうかそうか。そういう場はやっぱり数少ない交流の場になるし、まあ同じ世代の人たちが集まるからやっぱ話してて楽しいでしょうね、みんな似たような環境だもん、足痛い腰痛いは当たり前だよね。けどみんなね、やっぱ話し相手が欲しい人たちだから、まあ、そういう人たちで集まってみんなで話せればね、一番いいよね、だけどたまにお年寄り同士の会話をたまに耳にすることがあるんだけど、傍から聞いてると全然噛み合ってないことがあってちょっと笑っちゃいそうになる時があって多分そういうことじゃないと思うけどなーって思いながら聞いてる時がある年寄りなん知識がないだものそんなまともなことをしゃべらないわ。いや、そもそも相手が喋ってることを勘違いして自分なりに勝手に納得して話してるけど全然噛み合ってないあるある私もそうかもしれないだけどやたら声はでかいだから聞こえてくるんだけどさ、面白いあれは本当にまともな人が聞いてりゃおかしいわよ話違うだねってだけど本人たち気づかないで楽しそうに話してるからまあそれでいいのかなと思って気づいたってそれ違うよとは言えないだもんね、聞いてるしかないじゃんまあ結局だけどたまには言うがね、そうじゃないよってこと言う時もあるが、まあそりゃね、えらい相手の気を傷つけるような断り方じゃいけないが、その辺は気を使いながらね、まあでも話噛み合ってなくても結局自分の言いたいことを言えてるだけで、そうそれで楽してるで気が晴れてるで、だからそれがねやっぱ大事ですね、心の健康のためにもね、揚げ足取られりゃ喋れなくなるそうだね。それだって硬い人は嫌がられる。ああ、そうなんだ。きちんとしてちゃんとしたことを喋る人がおばあちゃんたちと喋れば嫌になるら。まあそういうこともあるかもしれんね。話の差が違いや、つまらないわねやっぱり同じくらいな程度でなきゃ。そうだね、だからやっぱ同年代で話す場があるのは大事なことだ。90になりゃ7、80の人と話し合わないでね。あ、そうなの？
ばあちゃんそう感じるの？ばあちゃんがそう感じる？あ、そう。いくら年寄りって言っても7、80じゃまだまだね。若い。70、80はまだまだ若いか。ばあちゃんからしたら70、80はどんくらいですか？青年だ。青年なのか。それは壮年か。それはすごいね。まだまだ70、80はまだまだ可能性無限大って感じじゃん。将来有望。すごいな。じゃあ90でもね、まだまだ若い。だってばあちゃんはね、90からたくさん新しいことを始めたからね。そうだよね。そういう人もいるでね。証明したもんね、自分で。90でも若いっていうね。じゃあ人生150年時代とかなっちゃうかもしれない。そうはならないだが。まあでもやっぱ本当に90過ぎていろいろ覚えたんでね。ね。珍しいこと。それは本当そうだよね。だから老後にもそうやって希望がねあるっていうことですからね。ばあちゃんはそれを結構証明してきたんじゃないです？そうかな。だって多くの人はさ、こう90とかになったら自分は耳も聞こえないし腰も痛くて歩けないし、もう周りの人に迷惑かけるばっかりで相手にもされないし、なんか生きててもね、なんかしょうがないんじゃないかみたいに思っちゃう人って結構いるんじゃない？そういう人も中にはいるでしょうけど。いやだけどなんかこうしておばあちゃんの姿見たらさ、こうやって元気に幸せに毎日過ごすこともできるんだなって、やっぱ勇気をもらってる人とかたくさんいるんじゃないかなと思いますよ。だけど自分一人じゃなれないでね。話す相手があるとか、同じ趣味を持ってるとか、料理してても、人に喜ばれるで作る人もいるし、人のために作ってる人もいるで、そういう人は若いわ。やっぱ誰かのためなら頑張れたりとか、誰かが喜んでくれるでやる、それがまた張り合いになったりとか、張り合いになるだよね。喜んでる人がいるっていうことで張り合いになる。今のおばあちゃんだと同じだ。喜んでくれる人がいっぱいいるでこうやってやってる。じゃあそういう生きがいとか張り合いを持って生きること、それもまたなんだろう、若いって言ってたねばあちゃん。そういう人は若い、わけなんですね。何にもないってのが一番いけないね。そうだよね。あとは何かから刺激を受けることも大事かもなってちょっと僕的には思いました。そりゃいいさ、刺激がありゃ。なんか自分が暗い時でも明るい前向きな刺激を与えてくれる、誰か家族とか友達とか、そういう人がいりゃ最高だがね。そういう人が普通はいないだよね。そうか、ちょっと外に出てさ、温泉でも行ってなんか好きなものでもちょっと食べるとかさ、自分でそうしなけりゃいけないわね。刺激がないだで、外から与えられなきゃ自分でやるよりしょうがない。それでいうとばあちゃんも結構兄弟とよく温泉旅行行ってたんだよね。楽しかったね。それが一番楽しかった。よく行ってるよね。海外旅行より楽しかっただって温泉行って喋りたいこと喋って、みんな共通してるね。みんな百姓だで、芋がどうだったとか野菜が小さかったとか、そんな話して喜んでる
みんな同じ話題で盛り上がれるから、うんなお楽しいんだね、ああそうか。じゃあちょっと家族と行くのとは違うのかな。家族とはまた違うわね。話が絶えないもん。それが一番楽しかった。月に2回は行ってたでね、温泉へよく歩いたわ。それには条件が整ってたら、弟が運転好きだし、旅行が好きだし、とんでもないとこまで人があんまり行かないようなとこも待っていてくれたでね。ああそうなんだ。行ったこともないとこ。運転は好きだし、地理は詳しいし、だからなおさら楽しかったんだね。でもそういう旅行にまた今からでもさ、家族とだけど行きたいなとは思いますか？思うね。じゃあ行きましょうか。身近な人と行くのが一番楽しい。ちょっと気兼ねの人がいると楽しみも違うね。気を使う人がいると。僕は気を使いますか？使わないさ。誰も気が使う。よかったよかった。ヒロ行きゃ楽しいわ。光栄です。まーちゃん話すなら何でも聞きますよ。ヒロいるで話絶えないわ。喋ることなくてもヒロが引き出してくれるって。ああそうですか。そう言ってもらえて嬉しいですよ。もう今も地理別に詳しい人じゃなくてもさ、スマホで地図調べられるんだよね。だから結構誰でもなんでしょう、いろんな場所は調べられるし、あんま人がいないような。おばあちゃんたちが調べなんでも運転手がちゃんと前もって調べといてくれるで至って楽だよ。こうやって何にも考えなんで連れてってもらえるだもん。なんかバスのツアー客みたいな気持ちなのかな。なるほど。とにかく何も考えずにぼーっと勝手に連れ回してほしいっていう、そうだね。なるほどね。おばあちゃんあんまり行く場所とかこだわりないもんね全然。そうどこでもいいだよ。それ調べるが大変じゃん。どこ行きゃいいか、どこが楽しいかなんて、考えるが良いじゃないに。例えばさ、今はまだちょっと腰痛めちゃっててあれだけどさ、温泉くらいだったら行きたいって思ったりする？それは良くないか？それは思うよ。一番思うよ。思うの？どうなんだろう、今の状態でも温泉とかって行けるのかな？行けるよ。行けるの？じゃあばあちゃん腰の調子見ながらまた近いうち行きますか、温泉。本当どこでもいいの？どこだっていい。初めてのとこがいい？まあね。じゃあまた調べてちょっと準備しますね。そしたらそれまた楽しみに毎日を元気に過ごしてください。はい。張り合いだね。張り合いまた見つかったんじゃん。いいですね。